やばい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 ジャンプ30号やってまいりましたよ。髪ボソボソってきた。はい、ということでですね、見てください皆さん、これまさにもうこれよね。そうこのために買ったと言っても過言ではないような。嘘だけどそうこれすごいよね。はい、というわけでですね、今回はあの件からいきたいんですけど、まず、ジャンプグラバコン見ました。そこかビブルカードがなんとそうね、はい、7月2日に発売するということは分かっていたんですけども、なんとね、ロジャーの愛刀の名前が判明するという。そうなんですよ。はい、そしてマルコの懸賞金が分かる。で、勘十郎の悪魔の実の名前が分かる。はい、筆かなこれね。伊蔵のマル秘エピソード設定がもう公開ということで、これで多分考察要素めっちゃあるから、今日高評価4000いいね以上いったら、はい、ビブルカードの考察まとめやりたいと思ってます。今すぐ押しといてほしい。お願いします。はい、じゃあもう早速いきますか。いきましょう。ワンピース第1017話号令ということでですね、はい、号令ですよ。どういう印象でした？まあ学校かなっていう。前習え。ちっちゃく前習えの方がね。そう。はい、まずですね、最後から触れるか。そうですね。ゴムゴムの実の謎がちょっと分かる瞬間、もうびっくりしたよね。なんとね、敵船から奪われたっていう風にラッキールが説明しましたね。その敵船というのはなんと政府の船で護送中の悪魔の実を乗せたものだったということ。そうね。なんとね、僕たちは海賊から奪ったものだと思ってたけども、なんと世界政府から奪ったんだね。だからシャンクスもサイファーポール9と戦っとったあってね。ごめん、3分の2ぐらいで何言ってるか分からなかったけど。いやいや、そのね、ルフィもルチと戦ったように CP9 と戦ったことあるんやみたいな、シャンクスも。そうね。そう CP9 から奪ったのが悪魔の実だったということで、政府の船で護送中だったということは、相当価値のあるものなんだろうね。ねえ、でもわざわざイーストブルーまでね、その CP9 が言ってるからね。そう、それをやっぱ考えると、コビーがね、ゴムゴムの実を食べたんですかって言ったのも納得できるよね。やっぱロジャーって言ったらイーストブルー出身、ローグタウン出身として、でローグタウンで処刑されたんで、必然的にもしロジャーが悪魔の実を食べていたら、その近くの果物とかに実る可能性がある。そうですね。本当にもしかしたらロジャーってゴムゴムの実じゃないのっていう。今まで僕は否定し続けてきました。なぜならば、ルフィがゴムゴムの実を食べて活躍してる中で、ロジャーと同じ実なのは厄介だなとか、ロジャーを思い出すなみたいなとか、よりによってロジャーと同じ実を食うとかってガップとか言ってそうやんか。でもそうじゃないっていうことは、ゴムゴムの実って結構マイナーシリーズなんと思ったけど、ここに来てちゃんと政府が護送するようなもの、悪魔の実の価値ってなったら、あながちロジャーゴムゴムの実だったかもみたいな。いや、全然ありえますしね。なんならもしかしたら神戸取られた瞬間に新聞とかでも出たかもしれないですよね。ゴムゴムの実奪われるみたいな。そう極秘にやってる感じするね、やっぱ CP9 がやってる。おー、なるほどね。これだけは知られちゃいけないみたいな感じがするんですけど、ちょっとその辺がちょっと面白いなと思ったんだよね。じゃあちょっとストーリーを解説しながら、ちょっと合間に気づいた僕の小焼きポイントをちょっと紹介しながら進めていこうと思ってます。まずドーム内ライブフロアからなんですけども、これおたまちゃんがね、すごい見つかっちゃうんですよね。そうやね。で、気絶しかけちゃう感じがするんですけど、これどう思う？コテって言って倒れちゃってるやんか。なんか覇王色というか、そういった感じの描写にも見えますけど、まあ純粋にビビっただけなんかなと思いますけどね。で、俺ここで疑問なんだよね。ほんまに気絶してないのか問題。もしおたまが気絶してたら、スマイルの能力者にかけたきびだんごの効力が切れるのかどうかっていう。なんかシュガーの時と同じようにね。おったまげ作戦みたいなもんで、僕が敵側だったら、あいつがきびだんごの能力でやってるっていうのが分かれば、逆おったまげ作戦よね、今度ね。確かに。だからコテって泡吹いていっちゃってるから、解除されてもおかしくないんじゃないの問題が。そうね。これどう思いました？いやー、なんか全然そんな深く考えてなかった。なんか覇王色かなって一瞬思ったけど、いやでもあいつは覇王ちゃうなと思って。そうね。この辺ちょっと明日ね、ジャンプ界深掘り動画としてワンピースマニアののすけさんをお迎えして一緒にやっていこうと思うので、ちょっと疑問ぶつけてみようか。そうですね。ね、これ目的は何かって言ったら、号令することなんですよね。まさしくサブタイトルにあったように、その号令っていうのはどんなもんでした？
これもうお玉がねひっくり返れということでね、みんなカイドウを目指して戦うんやーということを言うんですよね。そうそう、ルフィの兄貴たちと桃之助くんたちの味方をしてけろ。これシンプルでいいよね。これほんまにめちゃくちゃ重要で、これ一気にねオセロが変わったから、多分盤の白黒もベベベベって変わるんちゃうの。そう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 、もうだからもう俺コードギアスでね、最後シュナイデルにゼロの言うことを聞けって言ったルールと一緒のね命令方法ですよね。ほんま一気にケース逆ですよね。ねえでなんとかルフィは助かってる模様なんですよね。はい。どうやってこれ潜水艦の中にルフィを引き入れたのかは謎なんだけど、結局ね分からんかったね。そうちゃんと引き入れてて、助かってるよね。しっかりしろ、麦わら死ぬんだ。もちろん死ぬわけないんだけども、これでまたねリベンジが決まったわけですよね。そうなんよね。じゃあ一緒にカイドウをやっつけてけろっていうことで号令して一気に変わっていくんですけども、はい、久しぶりに見ましたね、ブリスコラさんね。いましたね。純也君がなぜか押してるブリスコラさんがね暴走しまして、これどんだけ戦況変わるんかな。どうなんやろね、いっぱい食べさしとったけど、まあそれでもやっぱりまあね言うとったけど、フーズフーも5000対3万やから、まあ言うてもね1万対2万5000になったぐらいちゃうのみたいなね。まだまだねちょっときついのかもしれんけどね。じゃあこの肝心の CP0 ですよ。まだ CP0 は動かない。そうやねんな。なんか一体何がみたいなこと言うてるね。妙ですね、一体何が。みんなこれちょっと今回の一番の謎ポイント見つけちゃったんですよ。右脳島よりギフターズが暴走、言ってるやんね。鬼ヶ島中がパニックです。でその後下の解説見て、ドクロドーム左脳島遊郭の池より終わってんねんここで。確かに。そう実況が確かにな。そう左脳島ってさ今のところあんまり出てきてないじゃん。右脳島ばっかりが主戦場なんだ。そうね。そう左脳島って多分遊郭がちょっとありますよみたいなぐらいで、あんま何があるか分かんないんだけど、その池より何なんここでやっぱお玉よくやったという気持ちが強くて、確かに確かに。ナミが抱きついてるやんか、作戦大成功だって言ってて、だからもうここで多分ごまかされちゃってんやけど、池よりの後ないんすよ。次のページめくってもその池より何かが出てきたみたいな。確かにな、これもしかして池よりさ赤髪海賊団の船がとかさ白ひげ海賊団の残党たちがみたいなさ、ありえくない？ナミュールは淡水は無理やと思うから、何ですかその解説は。その考察いりますか？もしかしたら池が沼になりましたみたいな、だからカリブー出てきますみたいな。でもさ、鬼ヶ島もさめちゃくちゃ広いやん。池といえど結構大きめの池かもしれんやん。まあ琵琶湖ぐらいあるかもしれんからね。いやそれは言い過ぎやと思うんだけど、モビーディック号もう頂上戦争始まんのかなみたいな。なるほどね。そうあってもね、ここでなんかマルコがさちょっと行くけど遅れていくよみたいな言ってるやん、その伝言みたいなやつ。それってもう残党たちに全員に声かけて鬼ヶ島に来いみたいなことだったら、これ全員がねドーンってハルタ様とかアトモスとか、そしてナミュールさんとかズボーンって。まあでもナミュールはね淡水は無理やと思うからね。まだ言うんなんでその泳ぐこと前提まあみんなどう思う？ドクロドーム左脳島遊郭の池よりこれ水の中からってことが多分ポイントなんですよ。空からとかだったらワンチャンエネル来たんちゃうんとか、確かにいろんなことを想像できるんやけど、水の中から出てきてる感じなんよな。なるほどね。そうここは深いポイントかなって思ってますと。で次のページめくると、まあ気づかれるんでクイーンとかに狙われるんだけど、ちゃんとねクイーンを処理するのがもう我らがサンジさんですよね。はいもうコリエストライクでようやくね、ちゃんと強いやつと戦ってくれるということで。そうまあ戦ってくれるのも嬉しいんやけど、ようやくジャッジのせがれとしての謎が解けるっていう。懸命ジャッジのせがれっていうことで、だからちょっと因縁ありそうやってやんね。ジャッジっていうのはサンジのお父さんだよ。ジェルマ66のもう棟梁とか総領というかなんていうのかな、総帥なんだけど、その名前二度と口にするな、お前もイカれた研究チームの所属かってわざわざご丁寧に説明してくれてるんだけども、昔の話だマッツのことか。何ですかまた新しい名前出てきて。マッドマックスの親戚ですかね。いやそんな気もするもん俺は。ねこれなんか MADS 絶対頭文字なんか取ってると思うねんな。何なんだろうな、どういう意味なんだろう。もしかしてベガパンクの名前かもしれんけどね。マカダミアンアーモンドドフラミンゴストライクみたいな。もう一人だけなんか人物出てきたんやけどそうやね。なんかハワイのお土産っぽく見せかけてなんかドフラミンゴおったんやけど今
見ろ俺の体何を隠そうサイボーグ今更かいと思うんだけど、そうね。でもこのね左腕、はい。これバトルスマッシャーで似てない？お、ゼファーの。そうゼファーの。おお、確かにな。そうだからいろいろこう繋がってくるものがあるな。だから海軍の科学者で作ったのが実はクイーンだったんじゃないのみたいな。そう改造する知識とかもあるし、そうそうもしかしたらゼファー先生の腕手術したのクイーンだったみたいな。か、なんかベガパンクのこれも技術とか。そうやんな。あいやこれ絶対バトルスマッシャーっぽいんだよね。確かにな。もう右手に剣持ってるけど、そのなんか申し訳なさそうな剣ね。そうね。で思ったより人獣型がダサい。まあその辺が好きなん終始だよダサいね、こいつね。は。さっきから見てわかるわということで、ブラッキオサウルスの首が長いとかわかんないけど、描写によってはなんかボルトみたいな、ボルトナットみたいなのになってたからそういう感じなのかなと思ったけど、まさかやっぱサイボーグということで、やっぱフランキーのお父さんじゃないかみたいなことずっと言われてんやんか、でやっぱサイボーグってなってより一層なんかそういう気がちょっとしてきたけど、ね、いや、ありえるよね。どうなんだろうその辺ね。ジャッジとでもなんか後輩なのかな、同期なのかな、ね、先輩なんか知らんけども、だからパパ同士友達やったみたいな複雑なやつですよね。いやほんまにそのマッズのこともなんかすごく、ね、影響してきそうだよね。はいはい。でね、ベビジジイどう？よくわからんかったこれ。シーザーが副作用めっちゃ出るから気をつけた方がいいでみたいなことわざ言うとったじゃないですか。海賊やったらリスクビビらんやろみたいな、そのリスクがなんだこれはと思って、毎回出てくるチョッパーのおふざけ可愛いシーンサービス枠だと思ってるんですよ。そう魚人島編でいうところのチョッパー司令官みたいな、ああなるほどああいう扱いかなと思ってて、ランブルボールの副作用でこれちっちゃくなっちゃってるのがジジイになってるというか、そうなんよそうね。ギアサードの時もちっちゃくなっちゃってたやんか。あはいはいだはい、から何か強いパワーを出すとちっちゃくなるっていうのはわりかしワンピースの定番作用だと思うんだけど、このベビジジイとしてなんかちょっとギャグ的要素なのか、そうなんよね、ほんまにジジイなのかっていうのまだ笑っていいのか分かんないみたいな。まあでも今週一番アニメで見たいシーンはここやね。ここね。でそのゾロに対して治療するんだけども、超回復ができるのかということで、今言うても瀕死の状態じゃないですか。で今戦えなきゃ意味がねえんだよということで、それをもうチョッパーに直してもらおうとするんやけども、この後どんな苦しみくるのだって、あの時のルフィとかの全ての疲れや痛みっていうものを背負って耐えたゾロじゃないですか。クマのね。そうだから、今更それ以上のことって想像できない、苦しみや痛みって。そうね。そうだから絶対ゾロだったら大丈夫じゃないのって思うんやけど、ちょっと怖いよね。だからね、まあ確かにね。でね、城内4回、ここよね、今回一番大事なのね。なんとフーズフー VS ジンベエなんですけど、ようやく伏線が1個回収されましたね。七部会の頃見かけたみたいなこと言ってましたけど、なんとこれ本当にジンベエが七部会の時にフーズフーが見かけたっていうことなんですけども、なんとね CP9 だ。そうやね。どう思うこれ？いやーなんか久々にロッシキが出てきたから、ちょっとフクロウも出てきてぜひねやってほしいんやけど、ゴールキャガルも何やそれ乱脚とか久しぶりに出てきたら嬉しいの、撤回とか、ね、そうですね。これらは政府側の人間の戦闘時の6式、そういや昔、政府の裏の諜報機関 CP9 のメンバーが脱獄したと噂を聞いた妙な話じゃ、諜報部員が捕まっておったとは。捕まってたのね。そうなんよね。はい、そんな事件よく覚えてるなということなんですけども、ここでねロブルッチの名前が出てくるのがやっぱいいなと思っていて、天才ロブルッチに引けを取らねえほど有望と言われてたんだぜ俺もって言ってるんだけども、フーズフーって今38歳なんですって。へー、なんと僕と同い年ということで。あ、そう。はい、じゃあ12年前のたった1のミスっていうことは、フーズフーが、26歳っていうことだよね。じゃあその26歳のフーズフーって、CP9 だったわけなんですけど、こちらのちょっと写真をご覧ください。おー、これ20年前、つまり2年後からなんで22年前になるんですけども、前長官のスパンダインの時なんですけど、スパンダインはみんな分かると思うんだけど、その右側の手前にいる人ってラスキーって言うんですけども、ラスキーってカリファのお父さんです。へー、だからお父さんの世代なわけじゃん。あ、なるほどね。そう、じゃあそのちょっと後ろにいるやつも意外と重要なキャラで、誰かのお父さんじゃないのって考えたら、フーズフーに似てんすよね。フーズフーのパパだったかもしれないよ。自分の息子娘が同じく諜報部員になるっていうのはパパズフー、パパズフーなんですよ。フーズパパなんですよ。そのビアーズパパみたいに言われても
ビアードパパじゃん。あ、そうやったっけ。そうだから本人かなと思ったけど、さすがにだったら16歳ぐらいの設定になっちゃうから16歳でそんななってるかなって。まあルボルッチも若くして天才ってなってたからあーりえないけど、確かにねまあ、お父さんの世代になるかなと思って。なるほど。髪の毛と唇の厚さがちょっと似てるんですよ。まあこれはちょっと気づきポイントなんで、本当妄想の域です。皆さんどう思います？はい。でね、ロブルッチとまあライバル関係にあったっぽい感じ言ってるじゃん。だから面白いのが、フーズフーって何の能力者でさ、サーベルタイガー。そう、サーベルタイガーもレオパルドも猫科っていうのが面白い。確かに CP9 の天才は猫科のミナに。レオパルドのスマイルとかもいるのかなみたいな。なるほど。それも面白いんだけど、やっぱ最後のページね、あの時奪われたゴムゴムの実は麦わらの実、これよな、これどうなってんのこれ、ほんまあねー分からへん。え。やっぱりゴムゴムの実って重要なんやな、多分な。そうですね。ねえ、まさかね、一巻で貼られた伏線、まあ伏線っていうか謎だよね。なぜいちいちシャンクスたちはそのイーストブルー最弱の海に来て、さらに風車村ってところに停泊して1年とかかけてゴムゴムの実をまあ探しに来たんじゃないのって説があったから、じゃあ探しに来てたんやったら何の意味でっていうのをようやくここで解決しそうなところなんですよ。そうなんやそしてな。1個解決したのは敵船から奪った悪魔の実っていうのがまさか政府の船やった。そう。それで CP9 とシャンクスは戦っていたといういや、そうなんよね。ことですよね。そう。これはすごいことよね。一巻の1話ですよ。いや、すごいね。 1話のことが1017話でようやくそうね。解決したんですよそうだからもう過去最高の伏線よね。ね。あーそして今回チゴは救済じゃありません。イエーイ、嬉しいね。はで、ヤマトとカイドウもどうなってんねんみたいなこともありますし、い、あります。そうでやっぱりね、ゴムゴムの実もまあそうですけど、はいフーズフーがまあこういるっていうことでロブルッチの名前が出て、今サイファーポールゼロがいるということはルッチ来るんちゃうんみたいほな。んまね。そう今のその仮面を見るとルッチの仮面ではないっぽいから、うんまあでもね、久しぶりだなみたいなね。そう展開があったら面そうそうそう、白いですよね。なんかルッチはフーズフーを仕留めに来るんちゃうんかなとか、そういうこともちょっと思いますよほね。んま。そうなんよね。まあということでね、まあちょっとすごい楽しみですね。はい、というわけで皆さんどんな感想をお持ちでしたか？考察要素やお気づきなポイントがありましたらぜひコメント欄にください。もしよかったらね、紹介させていただきますし、明日はのすけさんとね、深いジャンプの考察の深掘り動画を撮るんですけども、今週はやっぱ悪魔の実に湧いてると思うんで、もっとね、ジャンプ動画を撮っていきたいと思ってますので、ぜひね、紹介させてください。お願いします。それでは See you。バイ。小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい、動画全開。クルーのみんなで盛り上げて、 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は、小屋キーチャンネル。